皆さんこんにちは。キクルマルガレージにようこそ。今日は後ろのジムニーのパンク事情についてお話をさせていただこうと思います。今もパンクしたままの状態を少し再現しています。で、何で困ったかというと3つあります。ちゃんとしたジムニー乗りの方にとっては当たり前の話なんでしょうけど、私のような素人には実際にパンクしてめちゃくちゃ困ったなっていう話を、3つさせていただこうと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。まず最初の困りごとです。それがこのジャッキポイントがわからない情けない話なんですけども、いざジャッキをアップをしようとするとジャッキポイントがわからなくって、結局はそれはネットで調べればすぐに分かったんですけども、一回上げてみて全然高さが足らなくってもう一回やり直すっていう情けない状況になってしまったので、それについて、説明いたします。こちらです。多くの車は矢印のところが補強されていてジャッキポイントになりますが、この車には補強がありませんでした。おかしいなと思ってジャッキを確認します。ジャッキにはこれまでに見たことのない円形の穴が開いています。この穴に合いそうな突起を探してみました。そして見つけたのがこの突起です。合わせてみるといい感じでフィットしそうなので、ここをジャッキポイントと勘違いして上げましたが、結局ボディを所定の高さまで持ち上げることができませんでした。ネットで調べた結果、サスペンションアームの突起に合わせるのが正解ということが分かりました。困りごとの2つ目がこのレンチです。ご覧いただいたようにこの純正のレンチ非常に短いんですよね。だからなかなか力が入らないんです。でいざタイヤを外そうとするとなかなかこれでは、ナットが回せませんでした。でどうやって回したかというと、これをナットにかけてこの上に乗ってゆっくり力をかけてあって回すことができました。でガツンとかけるとスタッドボルトの方を折る恐れがあるので、体重をかけて回す場合は慎重にやっていただければそれで回ると思います。で一番困ったのがスペアタイヤです。背面タイヤの高いところについているので体重をかけてっていうわけにいかないのと、一番困ったのはこうホイールの出っ張りがこのレンチに当たってしまって奥まで差し込むことができないんです。だから浅くかけた状態でちょっとグラグラした状態で力を入れてもう全然回ってくれなくって、これは2人がかりで頑張ったんですけども回すことができませんでした。それで今日は後ろの背面タイヤのナットが外せなかったところを再現してご覧いただこうと思ったんですけども、そのナットをどうやら職場の駐車場に忘れてきてしまったみたいです。職場の駐車場でパンクしていたからです。昨日も今日みたいにすごく寒くって風が強かったんで、そのせいもあったかどうか分かりませんが、とにかく焦って、タイヤ交換終わったのでもうすぐに部屋の方に帰ったので、多分今も駐車場の後ろに置いたままナットがあるんじゃないかなと。今の困りごとがそれですね。もしなければまたナットを購入しないといけないので、めんどくさいですね。ナットもこういろんなピッチがあったりとかするじゃないですか。でそれを調べて買うっていうのもめんどくさいんで、明日職場に行って駐車場にナットがあればいいなと今思っています。ナットは無事駐車場で発見しました。このわずかな出っ張りのせいで純正のレンチを入れようとするとこれ当たってしまって奥まで差し込めないんです。ここに干渉します。2人がかりで頑張ったんですけども回すことができませんでした。本当どうしようかなって困ったんですけども、このままじゃ家に帰れないなと思って、私 JAF に入ってないので車屋さんを呼ぼうかなと思ったんです。
その時にふと気がついたのが、自動車保険に入ってるので、そこに電話すれば最近はいろんなサービスが充実しているので、ひょっとするといけるんじゃないかなということで、私の入っている三井ダイレクトさんの方に電話しました。対応がものすごくよくって、もうすぐに対応してくれて、契約している自動車屋さんが来てくれて、背面タイヤもうすぐに外してもらいました。でその時に思ったのが、純正のレンチではちょっと心もたないので、普段からこういう十字レンチを乗せていく必要があるなというふうに思いました。言い忘れましたが、普通に走っててパンクすることもまずないと思うんですけども、私もパンクした経験ってほとんどないですね。1回だけバーストした経験があるんですけど、パンクするのって多分ジムニー乗りの方は山に入った時に岩にヒットするとか、そういったところでパンクするんじゃないかなと思うんですけども、でその場面でこのジャッキっていうのは非常に心もとないですね。ここの面積が小さいんで、舗装してないところでこのジャッキをかけようとすると多分めり込んでしまってうまいこといかないんじゃないかなと。山に行く場合はこういう厚手の板とか鉄板を用意していないと立ち往生する恐れがあるなっていうふうに思いました。困りごとの3つ目なんですが、これは、この車限定かと思うんですが、タイヤホイールを交換に来てくれた方に指摘されたんですけども、反対側のタイヤ内側に亀裂が入ってると、非常に危険な状態なんで、もうすぐに交換した方がいいですよっていうふうに、指摘を受けました。これが問題のフロントタイヤの亀裂です。今回たまたま発見した亀裂ですが、ジムニーのように山道を走る車を中古で買う場合は最初にタイヤの点検をお勧めします。逆に考えれば今分かってよかったなと。ちょっと危険な状態だったんです。片方はパンク修理で済むんですけども、片方はタイヤを交換しなければならないとなると、片方だけ新品というわけにはいかないので、もう両方交換ということになってしまうので、とりあえず明日からの仕事に困るので、もうタイヤホイールごとを交換しようと思います。交換するタイヤがこちらです。このホイールは純正が16インチに対してこれ15インチなんですよ。多分このジムニーにつけてたタイヤホイールだと思うので、キャリパーに干渉することはないと思うんですけども、そこがちょっと心配です。どうしてもともと16なのを15インチにしたか、これは想像なんですけども、実はこれタイヤの厚みが厚くなってます、純正に比べて。本来はタイヤを厚くすると扁平率を避けないと外径直径が変わってしまうので、扁平率を薄くするんですけども、これは扁平率が純正と同じ扁平率の80なんです。ということで厚みが純正よりもあるので、その分ホイールの方を小さくして、それで最終的には外径は多分純正とほぼ同じというふうにしてるタイヤホイールかと思います。でさっきも言ったようにキャリパーに干渉しないのかなっていうのが一つの心配事と、それともう一つは、タイヤも太くしてオフセットがよく見てみてもわからないので、ボディから出るとこれはもう整備不良になってしまうので、今から取り付けますけども、お願いだからボディからはみ出ないでほしいなというふうに思っています。純正よりも随分かっこいいんですけども、そういう思いもあって全然つけてこなかったんですけども、今回緊急事態なのでこのタイヤホイールをつけようと思います。それでは早速作業に入ります。
キャリパーは干渉してないようです。